ども、今日は在住者の人が選ぶシンガポールで食べるべきローカルフード第5選を紹介したいと思います。事前にインスタのストーリーの方でアンケートを取らせてもらったんですけれども、回答いただいた方ありがとうございます。結果なんですけれども、なんか私にはめちゃくちゃ意外な結果となりました。もちろん定番のローカルフードも入ってたんですけども、なかなかの意外な結果になったかなっていうふうに思います。なのでどんな結果になったかっていうのをみんな想像しながら最後はね見ていただけたらなというふうに思います。はい、ということで今回発表するのは第1位です。いきなり1位かいって感じやねんけど、これは定番中の定番で絶対入ってると思ったので、シンガポールって言ったらこれでしょっていうのを紹介していきたいと思います。はい、第1位はチキンライスでございました。いろんなチキンライスのお店がありますけれども、こちらのベナにあるウィーナムキーというお店になります。なんかチキンライスのこの選ぶポイントってタレと、お肉の柔らかさっていうのはもちろんだし、なんかこのソース、なんかチリソースとかジンジャーソースとかが好きみたいな、ダークソイソースをちょろっとかけて、なんか結構ここそんな味薄めじゃない、すっごい脂っこいさ、お店とかもあるやん。そう思ったら結構あっさりめかもしれない。両手で食べれないの。スプーンとさ、なんかみんな農家の人ですスプーンとフォークを両方使って食べるじゃん。私なんかこれすごい苦手だね。私はこのジンジャーソースがめっちゃ好き。まずね、シンガポールのローカルフードって言ったらチキンライスが定番やと思うし、なんかみんな答えてくれた人っていうのは、なんかここの店のチキンライスが美味しいよっていう風に教えてくれました。それがマックスウェルフードセンターのテンテンとか、私まだ行ったことないねんけど、そこが美味しいよって言ってくれたりとか、マンダリンホテルにあるチャーターボックスのちょっと上等なそこのチキンライスがやっぱり好きっていう人もいるし、あとなんかロイキって発音でいいのかな、なんかそこもなんか結構綺麗な感じで出してもらえるチキンライスとかも好きっていう人もいました。あともう私が一番好きなファーイーストプラザにあるチキンライスとか、あとはラッキープラザのチキンライス、それは私過去の動画でやってるので、よかったらまた見てください。はい、ということでシンガポールでぜひシンガポールチキンライスを食べて帰ってください。はい、ということでシンガポールで食べるべきもの第5位はフィッシュスープでございます。フィッシュスープっていうのはその名の通り魚のスープなんだけども、普通の魚のスープにスライスフィッシュが入ってたりとかフライドフィッシュが入ったりとか、それをミックスしたものっていうのがあって、その中にビーフンを入れたりとか、あとご飯と一緒に食べる人もいます。で、私はもう絶対にビーフン派でございます。このお店はエクソフィッシュヘッドビーフンって言ってフライドフィッシュしかないんだけど、なんか結構有名なお店で、もうこのスープが私はめちゃくちゃあっさりしててすごい好きなのと、アドミルクするかしないかっていうここは聞かれへんかったけど、なんか聞かれるねん大体な。そしたらなんか私これね、アドミルクするのが嫌いな人も結構多くって、でも私は絶対アドミルクしてまろやかになる感じ。このミルクはコンデンスミルクです。この魚なんだけど、これをこの醤油チリが入ってるのと入ってないと全然違うのと、シンガポールのその醤油はちょっと薄口醤油みたいな感じで、なんか日本の醤油とは全然違くて、これがまためっちゃ美味しくて、これにちょいってつけて食べる。これが私大好物で、全然魚臭くなくてめっちゃ美味しい。で、美味しいお店っていうのもなんかみんな教えてくれて、私がお気に入りはブギスにあるなんていうのかな、新元気っていうようなお店。そこはなんか駅近だから行きやすいっていうのもあるし、でもお昼とかもすっごい並んでて、であとそこもブギスなんだけど、ビーチロードにあるなんかお店、そこも
昼間なんか絶対行ったらもうすんごい混んでる。でもまあビジネス街なんで、まあ、回転は早いけどね、まあ、これはもうなんかご飯と一緒になんかこうスープご飯みたいなのして食べる人もいるし、このフィッシュをこう醤油にちょんちょんちょんってつけてご飯と食べる人もいます。ちなみに私が一番好きなローカルフードはこのフィッシュスープなんですよ。でそれをもうめっちゃくちゃ私なんか結構インスタで売ってるのかな、なんかどこで売ってんだろうね、なんかインスタライブとかで売ってるのかな、わかんないけど、なんか言いまくってて、今回シンガポールで食べるべきもののアンケートを取ったらフィッシュスープっていう回答してくださった方にもうなんかめっちゃ嬉しくって、私もですみたいな感じで返信したら、なんかいやそれ陽子さんが好きって言うから食べに行って私も好きになりましたみたいな感じでみんな帰ってくれて、めっちゃ嬉しい、めっちゃ影響されてるみんなと思って。なので普通の一般的な人の在住者の人からしたらそんなにもランク入ってないかもしれないけど、なんか私のから取ったアンケートだから私になんかの情報を見てくれてる人からの回答なんでちょっと偏ってるかもしれない。そうマジめっちゃ本当に美味しくって、この感じがもうたまらん。他にもね、皆さんが気軽に行けるような感じやったらアイオンのフードコートとかそういうとこにもあるし、結構大概のフードコートには入ってるようなものなんで、もしよかったらシンガポール滞在中にぜひおはようこれおすすめ私の中で一番だけど、試してみてはいかがでしょうか。はい、ということで第4位でございます。こちらのジェングル、まさかデザートが入ってるとは思わなかったんだけど第4位でした。私の周りでもめっちゃ好きな人はやっぱ多いから、やっぱこれすごい人気なんだなと。気候のせいもあんのかな。私はちょっと甘いものが苦手なのであんまりスイーツ自ら食べないんだけど、なんかこうチェンドルだけは唯一なんか自分で食べるシンガポールのスイーツかもしれない。自然の優しい甘さなんだけど、そもそもチェンドルっていうのはなんかマレーシアのマラッカとかペナンとかの発祥なんだね。で私が一番最初に食べたのはなんかこれナショナルですごい旗がいっぱい。私が一番最初に食べたのはマラッカ旅行に行った時にババチェンドルっていうのを初めて食べて、その時にも超美味しいと思って、でうちの近所の方からにもヨナチェンドルっていうお店なんだけどっていうのがあってよく来るんだけど、ここのお店自体結構有名みたいで、なんかチェンドル好きの友達からしたら結構ここ美味しいよっていう風な感じの情報だった。でこの緑のニョロニョロのやつあるじゃん。これはなんかこの緑の色はパンダンリーフの色で、その着色料とかじゃなくてですごい優しいなんか感じ、なんか米粉とかタピオカ粉で作られてて、でこのかき氷にココナッツミルクがかかってて、でこのブラウンのやつはヤシの実の樹脂っていうの、なんか黒蜜みたいな感じ、これがめっちゃ美味しくって、でここのお店は結構なんかめっちゃかかってるかもしれない。で他になんかここのが美味しいですよみたいな感じで意見もらったのが、私も行ったことあって撮影もしたことのあるようなフォーチュンセンター、そこは結構やっぱ美味しいよっていうのがダントツだったかな。あとなんかチャイナタウンコンプレックスにオールドアモイチェンドルっていうのがあるんだって、そこが結構美味しいみたいな感じで言う人も多かったかな。でなんかこうチェンドルにコーンとか小豆とかドリアンとかトッピングする人がいるんだけど、なんかこれ初めてなんかコーンめっちゃコーンはコーンやな、スイートコーン私あんま好きじゃない。なので、日本ではなかなか食べれないようなものだと思うので、よかったらこれシンガポールに滞在してる間によかったら食べてください。はい、ということでシンガポールで食べるべきもの第3位でございます。第3位はマーラーサンゴでございます。ピント川、これはめちゃくちゃ人気っていうのは私ずっと前から知ってて、1回撮影もしたことあるんだけど、なんか私はそれ以来食べたことない。だから1回しか食べたことないで、めちゃくちゃこれを食べてる友達に今日はちょっとお願いしてついてきてもらっております。めっちゃいい感じでついてる。これで何グラムぐらいだった？持った感じだと多分800ぐらい。持った感じでわかんない。先ほどの野菜が
めっちゃこうマーラー味にされてるっていうね。炒められてる。炒められてね。でこれはヌードルが入ってて、まあ、これは食べるか食べないか。そしてご飯もあるね。マーラーシャンゴ、なんか私ツイッターでもめっちゃ好きな人が多いなっていうふうに思ってて、なんか食べてめっちゃハマる人多いよね。ハマってるでしょ。すごい好きね。なんか食べたらハマりそうな味。なんかすごい癖になりそうな感じ。大丈夫です。辛い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 けど、まあマーラーだもん。本当は、ここはブギスにあるお店なんだけど、本当はめっちゃおすすめはオーチャードタワーなんだよね。オーチャードタワーね。オーチャードタワーの何階？3階だけど、3階か4階、4階かな。でもオーチャードタワーは夜は絶対に行かない方がいいビルだから。男の昼しか行かない。大体さっき選んだので全部で17ドル。17.5で、大体葉物とか選んだり具材を選んで、はかりにかけてもらって、でスパイシーとかレスソルトとかレスオイルとかを売って、まあ渡せばこの味になるって感じ。これはレススパイシーです。レススパイシー、レスソルト、で結構油の量がね、お店によって違うんだけど、ここのお店はそんなに油がダクダクじゃないのでレスオイルにはしないんですけど、チャイナタウンの有名なお店とかだともっと油が多いから、チャイナタウンのお店とかだとレスオイルにしないともうなんか油がいっぱいでめちゃめちゃお腹が痛くなる美味しいけどっていう感じ。シンガポールで食べるべきもので選んで、なんかみんなが選ぶ理由が分かるかもしれない。あんまり日本にないもんね。ない。少ない。あと多分だってもうここまで辛くしないから、なんかもっと食べやすい味になっちゃう。美味しいね。いや、麺は美味しいんだよ。でもこれってさ、食べるタイミングってやっぱお昼なの？夜だね。夜？ビールの？日本人は昼はもちろん食べるけど、やっぱビール欲しくなるじゃん。なんかビール飲んでこれ食べたらもうビール底なしだよ。そうビール泥棒。あとね、ここビールが超安いの。なんだろう、なんか3本買うと1本ついてくるか、4本買うと1本ついてくるかなんかで1本5ドルとか。汗だくになると今日マーラー食べる大した良さそうだわ。本当にでもね、辛いものを食べて汗がうわーって出るからすごい肌にいいと思う。老廃物が流れるとか。でも確かに基本さ、こんなの食べに来るんだけど辛いの好きな人じゃないと来ないじゃん。旨味があるから。そうだね。お腹が痛くなる。はい、ということで第3位でございました。いよいよ最後第2位でございます。皆さん答えは何だか分かりますでしょうか？第2位はホッケンミーでした。私もめっちゃ好きだし、なんか回答してくれた人はここのホッケンミーが美味しいですよっていうのをいろいろ教えてもらいました。で、私もなんか一時期めちゃくちゃハマったことがあるぐらいめっちゃ好きな食べ物でございます。で、ホッケンミーっていうのは卵麺とビーフンをミックスして炒めたもので、本当はね、中国の福建省から来た食べ物らしいんですけど、シンガポール料理としての代表の料理となったみたいな感じですね。で、具材はなんかエビとかイカとか、
卵とか入ってるんですけれども、魚介の旨味が結構たっぷりで、結構だしが効いた感じで、お店によったら結構つゆだくのスープたっぷりみたいなお店もあるし、超ドライみたいな感じのお店もあります。ここはゴールデンマイルのお店なんですけれども、これも視聴者さんに教えてもらって、でここを調べたら2軒あって、どっちの店か分かんなくなったんで、今日2軒ともちょっと食べ比べせっかくだからしようかなと思って2種類買ってきました。どっちの店もシンガポールベストみたいな感じで表に書いてたから、どっちも美味しいんだとは思うんだけど、見た目も全然違う感じなので、今から食べるの楽しみです。いただきます。でこれはカラマンシーというやつをビーってかけて、このサンバルチリをつけるのが美味しい。美味しい美味しいけど、なんか私今まで食べたホッケミーと全然違う感じ。なんかビーフンがめっちゃ多め。すごい作り方見てたらさ、麺をブワーって作って、エビとかイカは1人分を分けて最後に入れて、平等にね、この人多いみたいなならないようにちゃんと最後に入れて。でこっちのサンバルチリこんな感じ。なんかさっきのと全然違う。でこれもカラマンシーをなってて、こっちの麺は長め。味が全然違う。私の想像するホッケミはこっちだわ。でこっちはなんだろう、何が違うんだろう。魚介の感じが薄いかもしれない。こっちの方がすんごい魚介の味がする。でサンバルチリが全然違う。でもだからどっちもめっちゃ美味しいけど。でホッケミに関してはノリピーがってこういう飯出ちゃったけど、彼女なんかもめちゃくちゃローカルフード食べてるのに、なんでホッケミなみたいな感じで聞いたら、日本にないからって言ってた。日本にこの味はないみたいな。確かにそうかもしれない。なんか中華レストランとかでもなんかあんま見たことなくない？ホッケミは。だから本当にホーカーの食べ物っていう感じ。だから日本ではもう本当にない。このサンバルチリもさ、なんか全然店によって違うし、多分日本ではなんか違う、瓶詰めとまた違うしなのかなっていうふうに思いました。でなんか意外だったのが、なんかバクテーが一票もなかった。びっくりしたの。バクテー日本になくない？ないよね。ないよね。だからそのお土産でキットみたいなの買って帰れるけど、バクテも好きだけど自分の中の一番はこれみたいな感じでみんな投票してくれたと思うから、バクテもめっちゃ好きな人は多いと思うねんけど、そう一票もなかった。あとね、少数回答でエビ麺もあると思ったのになかった。あとねラクサも入ってなかった。だから定番だけどみんなの一番ではないんだよね。なんかそんなのとか、あとサテ、あとねザムザムっていうお店のムルタマっていうやつ、それとか、あとビャンメン、あとねマレー料理を激推ししてた私の友達がいてたもうマレー料理ブワーって書いてて、マレー料理をいつも動画で出てくれてる子なんだけど、彼女とは今度梨レマ行こうって言ってるので、またそれも楽しみにしておいてます。であとね、4豆腐私も大好きで、なんか具材を選んでスープにして食べるものなんだけど、これ私の友達、日本から旅行に来た友達でも結構評判で、あっさり系のローカルフードです。あとねローミーって私食べたことあるかなぐらいな感じ。あとねデザートでマンゴーサゴ美味しいよね。あとねサンダーティーライスでって旅行できて食べる人少ないんじゃないのね。在住者の女の人めっちゃ好きな人っていろんなとこ食べ歩きしてて、食べ比べてしてる人が多くて、それもなんか結構おすすめのお店を教えてもらったんで、ちょっとサンダーティーライス縛りで今度動画撮りたいなっていうふうに思ってます。はい、あとねプラタは私も大好き。朝ごはんに食べるこんななんみたいな、誰これ、なんかローカル男子ってからほらはい、ということで、はい、回答たくさんいただいてありがとうございました。もうめちゃくちゃこれは多分シンガポールに来る人にとってもそうだし、在住者にとってもなんか参考になったんじゃないかなというふうに思います。シンガポールはね、もうこれだけじゃなくて本当に日本で食べれないようなものがもうめちゃくちゃあるから、本当にぜひシンガポールに来て
なんか食べてほしいし、多分みんな旅行で来ると思ったら2泊とか3泊とかだと思うんだけど、食べきれないぐらいすっごい量があるから、まあ、この動画を参考にしていただいて厳選して美味しいものを食べてください。はい、ではこんな動画が参考になったらいいねを押してください。またこんな動画見たいなと思ったらチャンネル登録もお願いします。